イヤホーみんな息してる息しかしない時丸です。ちょっと遠いけども、ちょっと誰かわかんないかもしれないですけど、時丸です。よろしくお願いします。何も買わない一週間っていうことで、最近のちょっと買い物事情について考えていきたいと思います。で、昨年、ノーバイチャレンジっていうか、買わないチャレンジをしていたんですけど、で、今年もなんかそれを緩く続けているようなところがあって、で、実際に今年の方がですね、去年より買っていないなと思います。買っていませんね、去年よりね。それはタイミングの問題だったり、その自分が使っているものが壊れなかったりとか、摩耗の問題とかあったりするんですけど、ただね、やっぱりいろいろな問題が出てはきていると。で、服に関しては一切ね、この一週間どころか、まだ一着も買っていません。はい。3月ぐらいにもちょっとそういう話したと思うんですけど、服買ってないですね、ほんとね。で、なんかね、買うタイミングはいくつかあったんですよ。で、僕がよく使っている、いつも着ている、大和道さんのアイテムだったりとか、あとヒアネスからちょっと新作が出ましたみたいなね、リリースのメールが来ていて、で、これちょっと買いたいなっていうものがちょっとあったんですけど、改めて自分のアイテムを見直してみて、で、実際に必要ないなっていう結論に至り、結局買わないことになりました。で、一つ問題が出ているのは、私が使っているこのパンツですね。はい。パンツを私これ1枚しか持ってないんで、これね、だいぶね、ちょっと大きな声で言えることではないんですけどね。なんかパンツ、ズボンを1着しか持ってないって、なんか普通に多分お母さんとかに言ったらお前怒られるっていうか、お前買えよって、お前パンツぐらい買えよみたいな感じに多分怒られるでしょうね、それね。で、これ友達とかに言っても、お前パンツ1枚でよくやっていけるなとか、洗濯間に合ってますか大丈夫ですかみたいなね、そういう声もいただいたりするんですけども、でも実際にショーツを1つ持ってるんで、僕的にはその、下はね、2つあるっていう感じなんですよ。そんな感じで、ただ、そのもう一着のね、唯一のその一丁羅の、私がよくいつも使ってるファイポケットパンツが、またついに、スマホのポケットの内側が破れました。はい。これ見えないとこなんですけど、このスマホポケットのね、メッシュの部分が破れてるんですよ。で、まだそのスマホが抜けるような感じではないんですけど、若干穴が開いてて、で、もうそろそろ、あと1、2週間で多分完全に穴が開いて、中に入れたら抜けるような状態になるだろうなっていうところまで来ています。これがね、今の一番のちょっと買い替えアイテムの候補に上がってるんですけど、で、ただ僕はこのパンツをもうかなりリピートしていて、もう3本目か4本目なんですよね。で、大体ね、今使っているのが1年3ヶ月ぐらいです。1年3ヶ月ぐらいでこのインナーポケットに穴が開いてくると。これはもう私の実験として、これは大和道さんに提供してもいいぐらいの実験結果が出てるんですけど、で、よくよくね、構造を見てみると、やっぱりそのアウトドア系のパンツ、特にこのパンツっていうのは、内側が、下の部分がね、内側の底面だけがメッシュになっていて、で、それによってその通気性とか、水抜けを良くしているっていうところがあるんですよね。だから、山をこう歩いていても、暑い時に歩いてて汗をかいても、それが結構抜けやすいような、だからポケットが一つのベンチレーションの役割をしているようなところがあって、で、そこから抜けていくと。だからそこはメッシュである必要があるんですけど、メッシュにするとですね、このやっぱり普通の表面に使われているナイロンの生地よりも、やっぱり耐久性的には低くなるので、特にそのスマホの部分に関しては、スマートフォンって結構ね、重いんですよ、やっぱり。一つが 180g とか、で、大きいものだと 200g 超えるので、で、それがずっとね、常にポケットに入っている状態で、やっぱ歩いていくと、それだけ同じ部分に毎回こう当たりが出て、ダメージが出て、で、生地が傷んで穴が開くっていうことが起きています。だから、ここはね、一つね、ちょっと改良の余地があるかなと僕思ってて、で、このスマートフォンのこのポケット、5個あるんですけど、そのうちのそのスマホポケットだけを、その底面をですね、ちゃんと普通のナイロンにしていただくと、多分ね、壊れなくなるんですよ。で、パンツ自体はそれ以外のところは全く問題ないんで、多分おそらくそうすることによって寿命が1年半から2年ぐらい、2.5年ぐらいもしかしたら持つかもしれないと。なんかそんなことを考えています。はい。
そんな感じで、服に関しては、今のところパンツが、買い替えの候補に一つ来てるんですけど、で、今週のその1週間にしてみれば本当に、何も買わなかったですね。で、もちろん、消耗品とか、その食料品とか、そういうものを除いてっていう話にはなるんですけど、だからスーパーで、普通にネスカフェ買ったりはしてますよ。ただその物理的なものとかも一切入れていないっていうことです。で、それは1週間と言わず、2週間、3週間レベルで、最近新しいものを入れていませんね。で、何かその新しくギアを買った時には、今、メンバーシップの方でね、買ったものをね、僕はその共有しているので、全部リストが読めるようになってるんですけど、なので、そこで共有していくことにはなるんですけど、今後いくつかはその、アップデートというか、買わなければならない、主に機材ですね。ちょっと機材の、微妙な、なんかあるんですよ。そのちっちゃな、なんかそのマイクとマイクの接続するケーブルだったり、端子だったりとか、なんかそういうね、ものは買わなきゃいけないんですけど、でもなんか無駄遣いをしていないっていうことは、なんか、今年もっていうか、よりね、去年に比べて、なんかその一つの実験が終わったっていうか、なんかそういう感じもしていて、去年は本当にそのマイクだったりとか、イヤフォンだったりとか、ちょっと電子機器だったりとか、インクリーダーとかもそうですけど、そういうものをね、いろいろ試した時期だったんですよね。去年の1年はだからそういうものをいろいろ買っていて、で、あとはサンダルをですね、ゼロシューズからルナサンダルに乗り換えたりとか、で、シューズに関してもビボベアフットからアルトラに乗り換えてみたりとか、なんかちょっとそのテストの期間が、去年は多くて、それでいろいろいろんなものをね、新しく試したりしていたんですけど、なんか今年に入ってそういうテストがね、一段落して、なんかもう同じもので、なんかその自分の生活にフィットするようなものが見つかったので、なんかそれを深く使っていくような、フェーズに入っているというか、なんかそういう感じがしています。で、ここでやっぱり考えることは、買うことももちろんその幸せにつながるのかもしれないんですけど、買わないっていうことがいかに幸せかっていうか、買わない気持ちよさってあるんですよね。なんていうかな、そのやっぱお金を使わない気持ちよさっていうのかな。なんかそういうものをすごく、今、しみじみと感じていますね。やっぱりなんか欲しいものを手に入れるっていうのは結構ね、嬉しいことだと思うんですよ。で、なんかちゃんとね、それに向かってお金を貯めて、なんか自分が欲しいものだったりとか、いいものとか、そういうものを手に入れるっていうのは、やっぱりなんかその人間としてね、一つの幸福の追求というところで、当たり前のね、反応だとは思うし、もちろん、素晴らしいことだなと思うんですよね。ただ一方で、お金を使わないっていうか、買わないことにも、なんかもっとそのじんわりとくる幸福感みたいなものがあるなと思っていて、まだそれをちょっとうまく自分の中で言語化できていないんですけど、なんかね、買わない素晴らしさってあるなと思っています。で、あとはその、今の社会とか世の中の状況が結構その、物をね、買わなくても、なんかやっていけるような、お金をね、そんなに使わなくてもやっていけるような状況にもなってると思っていて、で、もちろんその消費社会的なところはすごくあって、やっぱりいろんなね、購買の意欲をかき立たされるようなシステムがすごいね、多いんですけど、でも一方で例えば今週はね、僕の例で言うと、なんか食費とかも、ポイントとかでやり過ごしたりね、なんかしましたね。なんかカフェとか今飲食店とかで、ポイント使えるところ多いじゃないですか。で、なんか最近、V ポイントが勝手に4万ポイントぐらい溜まってて、4万5千ぐらい溜まってたんですよね。なんか今回そのカフェにちょっと行った時も、それで全部支払ったりとかして、なんかその1日全くお金を使わない日が、いくつか何日かあるみたいな、なんかそういう週でしたね。で、あとはその、例えばそのエンターテインメントとかに関しても、映画館とかに行って映画を見るっていうのももちろん素晴らしい体験ですけど、今、アマゾンプライムとかね、そういうネットフリックスみたいなもので、本当に安くで、コンテンツを見ることができるので、で、YouTube であれば、プレミアム入ってなければ、タダで、コンテンツを視聴できるので、なんかそういうところでね、結構満足できるような、生活が簡単に得られるように
なってるなと思いますね。で、ちょっと話それるんですけど、そう、今週はあれだ。アマゾンプライムで久々にね、映画見たんですよ。で、フォールっていうね、映画を見ました。なんか久々に。で、これ昔からなんか昔なんか映画館で映画を見た時に、ちょっとトレーラーでチラッと見て、なんか見たいなと思ってた映画だったんですけど、で、それがちょうどね、なんかたまたま見た時に、プライムに入ってたんで、それちょっとね、軽く見てみたんですけど、高所恐怖症の人には最悪の映画です。はい。これ、気をつけてください。結構高いところ怖い人にとっては最悪の映画になってます。で、僕自身も、そんなね、高いとこ好きじゃないんですよ。なんか得意でもないっていうか、なんか結構山登るのは好きなんですけど、別に僕はその高所を求めて行くことはなくて、で、クライミングとかもほとんどやらないです。ゆるいハイキングしかしないんで、なんかね、その高所を求めることがないし、どちらかといえば、高所というのは苦手な部類になってるんですよね。でもその映画はもう最初からそのクライミングのシーンから始まって、ちょっとネタバレしちゃうとあれなんであんま話さないんですけど、なんかもうとにかく高いところが出まくると。だから、僕も途中もう飛ばし飛ばしで、もうなんかちゃんとした映画の見方しなかったんですけどね、なんかちょっとなんか手に汗握るというか、なんかあまりちょっと心身的に良くないなと思って、で、スキップしながら見ちゃったんですけど、でもなんか、久々にやっぱこう映像を見るっていうか、映画を見るっていうのは、飛び飛びでしたけど、面白い体験になりましたね。で、なんか特に自分が見ないジャンルというか、なんかあえてね、ホラー映画じゃないけど、怖いところに行く必要ないじゃないですか。でもそれをなんか見ると、ちょっとね、違和感みたいな、異物感みたいなものが自分の中に入ってきて、で、それをもとになんか新しいアイデアが生まれてきたりとか、するんですよね。だからやっぱり人っていうのは日常的、なんか平坦な日常も生きるだけではなくて、その中になんか刺激みたいなものを求めてるのかもしれないですよね、本能的にね。で、その高いところっていうところだったり、あとはインスタグラムとかね、SNS か。SNS とかそのインフルエンサーの行く末みたいなものも、やっぱこう描かれていると思います。あの映画は。だから本当そのバカなインフルエンサーが極限まで行ったらどうなるかっていうこと、そういうことを表していたりとか、なんかちょっとその現代的なところに、指してくるような部分もあったり、であとはその人間の限界を求めていくとか、限界とか極致で挑戦とかチャレンジみたいなところで、それと合わせてくる、現実とはちょっと違う認識論みたいなところ、人っていうのは物を認識しているようでしていないことだったり、あとはその見えてるものが全て世界であるっていうところの考え方に加えて、見えていない世界があるみたいな、なんかそういうところのギミックも入っていて、だから単なるなんかこう、単純な、スリラー系っていうわけではなくて、ちょっとそういうね、面白さが入っているので、なんか割と飽きずに、いけるというか、なんかその人と人との物語っていうところもあるんですけど、なんかちょっとそういうこう裏の人間の見えないところ見えるところみたいな、なんかそういうところが、ふわふわっとね、ところどころに入ってきて、なかなか飽きさせないような構成になっているなと、思いましたね。なんかもうちょっと映画の話長くなってますけど、レビューみたいになっちゃってますけど、なんかそういう感じで、今週は、だからポイントとかを使いながら、なんかいろいろね、買い物というかお金を使わずに1週間を過ごすことができるし、エンターテインメントも実際、そのようにいろんなものが、あるので、わざわざね、そのお金をかけたりとか、遠くに出かけなくても、得られるものがあると。だから一週間のうちで全く買い物をしないっていうことは可能だし、むしろ何か買わないっていうことが、じんわりとした幸福感、お金を使わないっていうことが、なんかそういうちょっとしたね、また違う形の幸せみたいなものを運んでくれるんじゃないかなと。なんかそういうことを考えました。はい。で、やっぱり買い物とか買うフェーズっていうのは、なんかね、こう、アップダウンがやっぱあると思っていて、で、
多分ね、今僕はその狭間というか、スリットの中にいるんじゃないかなっていう感じはしてるんですよね。で、先週ぐらいから話していますけど、そろそろ引っ越しをね、この部屋からするっていう話してるんですけど、だからやっぱりその、なんて言うんだろう。新月と満月みたいな感じで、満月で、時が満ちて、で、新月になると、それがスーッと引いていくみたいな感じで、こう、引っ越しの狭間っていうのは、やっぱりその、引っ越しをすると、物が増えて、で、また次の部屋に引っ越そうとするときは、物がスーッと減っていくっていうのかな。なんかそんな感じのことを繰り返しているんじゃないかなと思います。だから多分ちょうどね、そういうこう過渡期というか、に当たっているので、引っ越しをする前にそんなにね、たくさん物を増やしたりとか、新しいものを手に入れても、結局それは移動の妨げにしかならないので、どうせだったら次の新しい場所に移動して何かを入れようっていう、そういう意識が、裏ではね、心理的な部分では実は奥底では働いているんじゃないかなと思います。で、だからやっぱ結構そういうことを最近は考えることが多くて、次の家をどういうふうにするかとか、何が必要かとか、何を入れた方がいいかとか、やっぱそういうことをね、考える時間がやっぱこう増えてるような気がするんですよ。だからこそその先の計画があるからこそ今買わないみたいな、なんか多分そういうような状況になっているっていうこともあります。ただ、本当にね、自分でもちょっとおかしいんですけど、このチャンネルをここにね、僕が引っ越してきた時から見てくださっている皆さんはわかると思うんですけど、もうほとんどね、変わってないんですよね。だから僕の場合はその、引っ越してきてから何も増やさず、一時期なんか増えましたよ。なんかキーボードとかね、たくさんありましたけど、でも結局それは、自分にとっては今は必要ないってことで手放して、なんか今でも引っ越してきた時と変わんない気分でいるんですよね。だから結局この感じっていうか何もないっていうか、マットレスと、椅子と机があるっていうか、椅子と机も今ちょっとね、先に手放してるんで、最近は洗濯機の上で、立ちながら作業してたりするんですけど、だからなんか、変わんないっていうね。物が少ないと、やっぱりそういうことを維持できるし、いつでも引っ越した時の仕立ての気分っていうか、あのワクワク感みたいなものがずっと持続している感じはあります。だったら別にもう引っ越さなくていいんじゃないかっても思うんですけど、でもそこはなんか自分の中でやっぱりその場所とか、その街とか空気感とか、そこで出会う人々とか、なんかその部屋の中では完結しないところに意味があるのかなと思っていて、で、部屋に何もないからこそやっぱり外に何かを開いていく、求めていくっていうところがより強くなると。だから狭い部屋であればあるほどになんかそういうことを感じていて、で、それがやっぱり自分を外に向かわせているし、で、ちょっとノマド的なっていうか、移動しながらなんかいろんなところをフラフラしていたいみたいなところがあるのかもしれませんね。で、ちょっとなんかテーマとは外れちゃいましたけど、ちょっと今週はそういうことをつらつらと、買わない一週間の中で考えてきました。皆さんは最近どうでしょうか？もう春過ぎて、もうだいぶもう、なんか春服とかっていうシーズンでもなくなりましたよね。もうちょっとだいぶ暑くなってきたんで、そろそろ、次は夏服かみたいな感じの季節ですけども、なんか、よかったらコメントで最近の皆さんの買い物事情とか、まだノーバイチャレンジ続けてますよとか、あったらぜひ教えてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。チャンネル登録もよろしくお願いします。